こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？はい、私は元気です。はい、今日は皆さんにとてもいいニュース、お知らせがあります。はい、勉強する前にちょっと聞いてくださいね。はい、新しいいいサービスを始めました。皆さんにとっていいサービスだと思います。はい、それは、この一番左に書いてある先生に何でも質問できるというサービスです。はい、これは何ですかね。はい、そうですね。これ、皆さんいろんなこと質問わからないたくさんありますね。そう、それ何でもいいですよ。私に聞いてください。はい、JLPT の勉強のことでも、仕事の日本語、ビジネス日本語のことでも何でも大丈夫です。はい、レベルも N5 ぐらいから、まだ始めたばかり、ひらがなカタカナわかりませんでもいいですの人から N1 レベルの人まで、いろんな人、誰でも大丈夫です。私答えます。はい、もちろん私が答えますので、はい、安心してください。他の先生じゃありません。私です。はい、勉強のことだったら、例えば JLPT のテストについてどうやって勉強したらいいですかとか、もうテストが近いから何をやったらいいですか、テストの練習とか、あとどうしよう、もう時間が少ないんですけどどうすればいいの、読解リーディングとか、はいはいはいね、何でもいいです。聞いてください。で、これ申し込みの仕方がとても簡単です。これね、これ Google の、Google カレンダーを使ってます。見ると、あ、これって言ってね、ここクリックすると、こういうふうにカレンダーが出てくるので、あ、私この時間がいいですというのをポチッとクリックしたら、もう簡単に申し込みができますから、ぜひ、はい、早く、お早めに早くですね、申し込んでください。それも7月27日までのサービス限定と考えています。はい、ずっとしますじゃないから、ぜひ今聞きたいという人、ぜひ聞いてください。はい、今度のすぐの JLPT する人ももちろんね、はい、聞いていいし、次のあと6ヶ月後、半年後の JLPT を受けます、やりますという人も、勉強どうやってすればいいかというの、それ聞きたいですという人でももちろん OK です。はい、ですので、ぜひぜひ時間が合うところに申し込んでください。そしてここにも書いたんですけど、そう JLPT の勉強してる人でも、ビジネス日本語、仕事の日本語勉強してるんですって人でも、誰でも OK です。そして、そうですね、あなた一人です。あなた一人と私一人で答えますので、他の人いませんから、何でも聞けますね。聞きやすいですね。そしてこれは皆さんにお金を払ってもらいます。ですので、それはクレジットカードでお願いします。ですが、カードがない人、クレジットカードない人でも大丈夫です。日本にいる人だったら、コンビニでビザカードが簡単に作れます。実は、このバンドルカードというのがあって、そのアプリ、スマートフォンのアプリからカードが作れますから、とても簡単です。今までもたくさんの人これで、そうカード作ってくれて、お金を払ってくれてます。大丈夫です。できます。コンビニで簡単にできるので、ぜひこれね、カード持ってない人はここの、ホームページアクセスリンク見てみてください。大丈夫です。で、これ注意は、予約時間を変えたい、予約したんだけど時間変えたいっていう人は、私にメールをください。ここで予約キャンセルっていうボタンがあるんですけど、それをやってもキャンセルできないので、メールでください。はい、でキャンセルできるのは、予約した時間の24時間前までですので、お願いします。はい、
ではあとですね、まだいいことあります。皆さんにプライベートレッスン N2 と N1 の人のプライベートレッスン、今だけ 50% オフでやります。はい、半額です。おお、はい。これも7月27日までの予定です。はい。ですので、今までまだプライベートレッスンやったことないという人、ぜひやってみてください。はい。グループレッスンもいいんですけど、やっぱりプライベートはプライベートでいろいろ質問もしやすいからいいと思います。で、これも、N2 の方は N2 勉強してる人とか、あと仕事の日本語、ビジネス日本語やってる人はこっちに申し込んでください。で、N1 の人はこちら。はい。ですね。で、これもアクセスクリックすれば分かります。あなた何の勉強したいですか？この時間、授業の時間、レッスンの時間、何勉強したいっていうのを書いてくださいね。読解でもいいし、語彙文法でもいいし、仕事の日本語でもいいし、何でも大丈夫ですので、あなたが勉強したいこと書いてくれないと私もわからないので書いてください。お願いします。はい。では、まずはここのリンクですね。このリンクを、今日のビデオの下のところにリンクが書いてありますから、そこからアクセスして申し込みしてください。待ってます。そしてあとは、ビデオで勉強するというのもあります。時間が合わない、どうしても時間が合いませんという人はビデオでも勉強できます。ビデオレッスン、ビデオコースたくさんありますが、その中でも JLPT だと、例えば読解、リーディングのビデオだとこの2つが特に今おすすめです。読解問題ですね。 JLPT の読解問題の、テスト、どうやって勉強すればいいか、あと合格するための読み方というのがあります。どうやれば合格しやすくなるかというのがあります。テクニックあります。このステップ1のビデオ、特におすすめです。私説明しました、授業の時。はい。で、授業のビデオなので、皆さんもね、授業に来ているように見られますから、ぜひぜひおすすめ見てください。で、これステップ1とステップ2ありますが、絶対どっちも見なければいけないわけではありません。例えば、練習たくさんやりたいですって人は、こっちのステップ2の方がいいかもしれないです。はい。こっちで、あ、そうか、どうやって読めばいいか、よくわかったというふうに、ステップ2得になると思いますから、はい。どっちもいいと思いますよ。ステップ1だけでももちろんいいですしね。ですので、これも私の今日のビデオリンクの下のところにアクセスリンク書いてありますから見てください。そして、いや、もっと短いビデオでいいんですという人はこれもおすすめです。これもやっぱり読解ですね。中文のやり方、合格の方法、1時間説明してます。どうすれば合格しやすくなるか、テストの時どうやってテストの時間を使えばいいかとかテクニックがあります。それをシュッと1時間でまず話しているのがこのビデオです。はい。ね、N2 と N1 あります。はい。どちらもおすすめです。合格の方法しっかり説明してますから、ぜひぜひテスト前でもう時間ないんですという人はぜひこれいいと思います。この2つね、おすすめです。はい。では、この申し込みリンクは今日の下、ビデオの下のところに書いてありますから、そこからアクセスしてください。ビデオリンク下です。オンラインレッスンと書いてあると思います。ぜひぜひ来てくださいね。お待ちしてます。では皆さん勉強ね、頑張ってください。いつも応援しています。はい、いつもありがとうございます。では続けて勉強しましょう。で、大事です。そう。じゃあ、ここまで。じゃあ次行きましょうか。じゃあ次。
よし。あ、ずいぶん下に行ってますね。次ですね。数いきますよ。数。はい。ちょっと今確認しましょう。今ですね、皆さんとやってたのが、これですね。1番やって2番やってクッション言葉やりました。次、間違いやすい数字の言い方いきましょう。はい。数字はね、これですね。数字ってなんでって簡単でしょって思うと思うんですが、これ電話はですね、意外と注意しないと約束の時間を間違えるとか、約束した日を間違えるとか起きます。本当にもう大きなトラブル、大きな間違いですね、それね。だから喧嘩にもなりますから、あなた言いましたよね、なんでちょっと気をつけてください、そうならないように。はい。なので書いたんですけど、間違えたら本当に大変です、この数字で。相手の人も自分も困ります。はい。ですので気をつけましょう。これですね、数は例えば相手の電話番号を聞いた時の復唱しますね。私前のビデオで皆さんにね教えましたよね。番号を聞いたら復唱してあげますね。あなたの番号は何番ですね、はい、03337711なんとかですねってね言う。その時の言い方間違えてたら後で電話ができない。あれ違う、あれってなるし、相手の住所電話で聞いた。でその時に間違えてたら届きません。はい。あれってね、来ないです、資料と届かないです、おかしいなってなりますから、数字って大事なんですね。数大事。はい。言い方を注意しましょう。で、これビジネスで決まってます。はい。ちょっと気をつけてほしいところあります。1から0までの言い方で、皆さんが知っている通りで大丈夫ですよっていうのもあるし、これダメよ、ダメダメ、こっち使ってっていうのあるので、ちょっと紹介します。まずこれは1、いいです。数えるとき1で大丈夫です。これは2、よかった、知ってる。これははい、3、そうですね、3は OK。これはこれは2つありますね、読み方。どっち？そうなんです。電話の時はこっち使いましょう。4。はい。電話で、電話番号聞いた時、相手の電話番号聞いた時は4の方言いましょう。例えば04だったら 04じゃなくて04、こっち使ってください。住所もそう、住所もそう。4丁目ですね、4ですね。はい。これ大丈夫です。そう、5555です。5は5しかないです。これおお、6でいいですね。はい、6。はい、6使って。これです。注意です。これは飛びましたね。あら、こことここがひっくり返っちゃいましたね。失礼しました。これそう、2つありましたよね。こっち使いましょう。7、7使わない方がいいです。はい、7使ってください。7。はい。なんで7ダメってね。はい。ちょっと言っておくと、7と1、1、7、1、7、1、7、似てます。危険です。危ないです。やめましょう。はい。7、これしかないですね。7は。はい。8は、8。はい、OK。これこれもいくつかあるけど、これは電話では9ですね。く言わないです。くも言わない。く言わない。9、9、9、9、9、9。アルファベットの9と同じ。で、これも、いっぱいありますよね。そうそうそう。これはいっぱいあります。0、丸、0でもいいです。はい。これはちょっといろいろです。はい。じゃあまずここまで OK ですね。よし。まず気をつけてほしいのは、7と、7は7使わない。7と4でしたね。そう。で、次いきますよ。もうちょっとあるんですよ。気をつけるとき。間違いやすい数字。なーに。
これですね。はい、一番最初に話しましたこれ、はい、20日と書いて20日でしたよね。20日、はい、20日に伺います。20日、はい、いいんですよ。だけど電話の時は20日よりこっちよく使ってます。20日。ね、テストだとこれ×ですよね。そうですよね。そうそうそう。日本語のテストで20日、20日って書くと×、ね。違う。20日です、ね。私もよくこうチェックします。だけど残念ですが、電話の時は20日よりこっち使った方がいいです。どうして20日だとちょっと発音がよく聞こえない場合もあります。20日あと20日って言ったらもう絶対20って言ってるから、もう絶対これですよね。この20ですよね。絶対間違いないですよね、相手の人。だからこっちの方が親切です。はい、だからこっち使ってください。20日でいいですよ。私はよく2つ使ったりもします。はい、じゃあ、2月20日ですね、2月20日ですね、2回言う時もあります。はい、それを言ったら絶対間違いないですね。相手の人間違いない、確認できます。そうだからこっち使ってください。そう大事なのは私も相手も間違えないことです。電話だからどこにも書いてないんですね。音しかないです。声しかないから、間違えてたら後でも確認できないしね、困るんですね。メールもないしだと。だからはっきり音で間違いが絶対ないです。絶対間違いが起きないように言うことが大事です。はい、こっちも同じ考え方でいいです。2日、じゃあ 2日かなって思うんですが、2日は言わないんですね。2日は言わないで、例えばこれ2日の火曜日ですねという、火曜日出てきました。おお、これが例えば来月2日は月火水木金火曜日だと。その時にじゃあ2月2日の火曜日ですねっていう時に2月2日ですね、2月2日ですねでもいいんですが、2日もやっぱり音聞こえにくい。2日、20日、2日、20日、これ発音がはっきりしないと聞き取るのが難しい。だから2日の何曜日、ここまで言えば相手の人も間違いないですよね。曜日も言って確認するんです。はい、そうそうそう。ですのでもう間違えないように、相手が間違えないように自分がちゃんと言わなければいけない。それが相手にとって親切ですっていうことです。はい、最後もう一個、これもですね、時間です。これ大事です。すっごい大事。はい、なんと読む？ 1 時と7時。そうですよね。1時と7時です。言いますね。はい。ですが、1時と7時です。1時に会いましょう。7時に会いましょう。1時に会いましょう。7時に会いましょう。1時に会いましょう。7時に会いましょう。どっちかよくわからない。そんなことないですか？そうなんです。そういうこともありますから、だからこれ。1時はもう1時しかないからこれでいいです。1時。で、7の時ね、7の時です。この時は7時使わないで7時使いましょう。7時です。7時 ?7 時って何ってね、聞いたことないなってね。7時になりましたって聞いたことないなってね。明日7時に会おうよって友達とあんまり言わないなってね。友達とあんまり言わないかもしれない。ですが、ビジネスでは何時というのはとっても大事ですね。もう7時ですか？それとも8時ですか？それともいや1時ですか？全然違いますから。
はい、はっきり分かるように言ってあげること大事だから。7時ですね。7を使うこの時は、はい、注意してください。はい、そうなんです。はい、自分で確認する時もいいですよ。明日7時ですね。ね、7時15分ですねとか、はい、OK です。でした。え実はですね、まだあるんです。これそう間違いやすい言い方あるんですけど、もう多いから今日はここまでにします。もっと確認したいなとかもっと知りたいなって人はぜひズームレッスン来てくださいね。そう、じゃあ時間はこれでした。じゃあ最後いきましょう。相づちいきましょう。相づちね。相づちはこれでしたよね。4番目相づち、よいしょ。はい、相づち。相づちは何はもうさっき最初に説明しましたから大丈夫だと思います。相手の人がはいはいとか、ああそうなんですかとかいうその言葉ですよね。はい、はいとか、ああそうなんですか、これです。これが相づちですね。うん、で日本人は相づちが多い、少ない、どっちですか？うんうん、あ、はいはいはい、ああー、へえ、多いですね。多いですよね。とっても多いですよね。国によってはそんなに相づちいらないです。ちょっと話聞いてください、うるさいですという場合ありますよね。そのくらい日本は相づちが多いです。はい。ですが日本は多いから今日本のビジネススタイル勉強してますから、そっちを教えますよ。で、えそうなんです。だから相槌を打たない国の人は相槌が下手です。そうですね。そりゃそうですね。はい。どうしましょう。ダメな相槌ちょっと紹介します。こんにちは。日本語クラスです。皆さん、この写真をちょっと見てください。はい、スーツを着ている人ですね。はい、そうですね。日本でこういう人を見たことがありますか？スーツの人、日本はたくさんいるでしょと思った人。はい、そうですね、日本の会社員はほとんど皆さんスーツを着ていますね。だけど、よく見てください。これ。えー特に着ている人がとても若いです。はい。これ、20歳とか21歳くらいの人で、こういうスーツを着ている。はい。そして、色が黒。はい。黒のことがとても多いです。そしてこのカバンもよく見てください。こういうカバンを持っている人見たことありませんか？電車とかで、バスとかで、どうですか？はい。または皆さんのね、会社でとか。はい。どうでしょう。これですね、こういうスーツ、もう日本人は見たらすぐわかります。あ、これははい、就活スーツだなというのがわかります。はい、まず色が黒いことがほとんどです。で、シャツ、ワイシャツも白。はい、なんか綺麗なピンクとか青とかドットとかそういうのはないですね。そしてカバンもとても特徴的。はい、こういう黒いカバン。リュックじゃないです。はい。うん、女の人の場合はこういうスタイル2つあって、スカートのスタイルとパンツスタイルとあるんですけど、どうでしょう、見たことありますか？こういうねスーツを着ている人はだいたい大学生です。はい。大学生？なんで大学生がスーツを着るんですか？ね、日本の大学はスーツで行くんですか？
いえいえ、そうじゃなくて、就活というね、就活っていう言葉ね、もし知らない人、今日ぜひ覚えましょう。はい、この人もそうですよ。就活スーツを着ています、これ。はい、これですね、大学生で、だいたい大学3年生から4年生の人。はい、または大学院生でもいいです。大学院生で仕事を探してる人。はい、これ大学生、大学3年生、4年生だった場合、仕事を探す。それが就職活動と言います。はい、知ってる人も多いですね、この言葉はね。仕事を探すっていうことですね。で、就職活動というと長いから大変だからよく日本人は短く言います。就職活動で就活と言います。はい、就活生と言います。留学生、学生の生ありますね、漢字生きるっていう字。ここに入ると、就活生となって仕事を探している大学生の意味になります。はい、就活生ですってね。はい。で、今日はこの就活についてお話ししたいと思います。はい。日本の就活ってどういうの？就職活動ってどういうものか。はい。外国の皆さんが、外国というか、基本的にはちょっと日本人と同じスケジュールではない皆さんだと思います。これ聞いてくださってる皆さんね。はい。日本の大学に行っていたとか行っている人だと日本人と同じような就職のスケジュールで、仕事を探すこと多いと思うんですが、外国に今住んでるとか、そういう人だとちょっと分かりにくいと思うんですね。ですので今日はその話をしたいと思います。はい。日本人がどうやって仕事を、探しているか、会社の面接を受けているのかというのを、はい、お話ししますね。これですね、本当にすごく日本の文化、もう文化だと思います。一つのもうそういうスケジュールが決まってしまってるんですね。いつからやってくださいとかそういうのが決まってる、大体決まってるので、ちょっとはい、多分皆さん知らないと思うので、はい、お話しします。はい、じゃあまずは、この一般的ジェネラル、よくあるってことですね。よくある就職活動のスケジュール、予定というのが決まっています。はい、それがですね、これです。はい、何これってね、ちょっと字小さいかもしれないんですが、これとても分かりやすいと思います。ですね、これじゃあちょっとイメージは大学生と思ってください。大学の3年生になって3年生の6月です。大学の3年生になるって日本は4月からスタートですから、4月、5月、6月、まだ大学生の3ヶ月目です。そこからもう仕事を探し始めます。はい。それが例えば今年だと2024年の6月、もうすぐですね。そのぐらいから、大学3年生の6月ぐらいから、仕事をどうしようというふうに学生たちは探し始めます。はい。で、大きく先に見ると6月から始めて、で、そうですね、卒業するのは2026年の3月に卒業です。はい。で、ですので3年生からどうしようというふうに探し始めて、実際に会社に履歴書、レジュメ、私入りたいですというのを送り始めるのが大学3年生の3月です。だいたい春休みぐらいですかね。で、4月になったら4年生ですね。で、4年生の6月ぐらいになったら
会社の面接が始まります。はい。で、そしたら面接が何回かあって、で、じゃあいいです、うちの会社来てくださいという合格をもらえるのもだいたいこの6月、4年生の6月くらいからです。はい。そして日本人の場合はできれば大学卒業するまでに、自分が卒業した後入る会社を決めたい、もう決まっていたい、安心したいというのが日本の、大学生のこうスケジュールスタイルです。はい。確かに残念ながら卒業するまでにどこの会社に入るか決まらないまま卒業するという人もいるんですが、少ないと思ってください。そういう人は少ない。はい。大体がみんな、この3月までには、この卒業式までにはどこの会社入るか決まってます。決めます。うん。そう。そして4月から、この次の4月からは会社に入る。働き始めるという流れです。はい。じゃあちょっとね、これよく見ていきます。こう細かく書いてある。はい。簡単にしか書いてないんですが、実は内容がとても重いはいです、じゃあ説明していきます。でも簡単にね説明していこうと思いますよ。じゃあ3年生のまだ大学3年生ですよ。大学3年生の6月だから、もうまだほとんど大学2年間が終わってすぐです。2年間終わって2年間プラス2ヶ月ぐらいかな。4月5月だからね。日本は4月から始まりますからね。だからまだ2年ぐらいしか大学で勉強終わってないんですけど、もう、会社のことを考え始めます。はい。これはどうですかね。みんなの国と比べると早いのか遅いのか、はい、国によって違うと思います。これね面白いからぜひ皆さんコメントで意見を教えてほしい。はいです。自分の国はいつぐらいから、会社のこと考えますよとかね。はい。で、考えるだけじゃなくて、もう実際に6月からインターンシップに申し込み、そしてインターンシップをやるというのが始まる、はい、のが6月です。インターンシップはこれ何ですかと言ったら、これは実際にその興味がある、自分が入りたいなと思っている会社に、ちょっと働かせてもらう。それもちょっと1週間だけとか、または1ヶ月だけとか、そのどのくらいかは会社によって違うんですけど、実際に入ってちょっとやらせてもらうとか、それです。実際に経験してみる、体験してみるがインターンシップです。はい。これが6月からもうだいたいやってもいいよと。はい。で、もちろんこれはインターンシップは大学の授業があまりない時とか、または夏休み7月8月ぐらいが夏休みがあるので、そのぐらいの時にインターンシップに参加するっていうのがあるらしいです。はい。で、それと同じ時間に、業界企業仕事研究、はい、をする。これはどういう仕事の種類が今あるのかを調べたり、じゃあどういう会社が実際日本にあるのか、または興味がある国、世界にあるのかを調べたりする。はい。いろいろありますね。車の会社、IT の会社、マスコミュニケーション、テレビを作る、映画を作るとかもそうだし、あとは本を作るとかいろいろありますね。そういうの、そういうのを調べる。で、じゃあいろいろあるけど、じゃあ自己分析する。自己分析というのは、自己っていうのは自分のことで、自分は何をしたいんだろう、自分はどんなことが向いてる、自分にぴったりなんだろうというのも、自分を自分で確認する、チェックするっていうことですねをするのがちょうどこの時期です。
これ大体やるのが、3年生3年生の2月ぐらいまではやる。はい。だからこれね結構忙しいんですよここ。学生忙しい。もう9月ぐらいからは大学の授業がまた始まりますから、授業もやって、授業の勉強もしてレポートも書きながら、会社のことを調べたりするっていうことです。忙しいですね。でやってでですね、だいたいこの3年生の2月ぐらいからここにはリクナビでプレエントリー説明会予約をすると書いてありますが、このリクナビっていうのは日本でとても有名な、リクルート、仕事を探す人をサポートする会社があります。はい、で、その会社のホームページをよくリクナビって日本人は言うんですね。でそのリクナビというホームページ、ほとんどの会社、日本にあるほとんどの会社が、そこの、ホームページ、リクナビのホームページに会社の情報を載せている、書いている。でうちの会社に来てほしいとか、うちの会社の説明会をいつしますとか書いてあるんですね。でそれを見て学生が見て、興味ある、行ってみたいとかって思ったら、そこのホームページから申し込みをしたりします。はい、それが説明会、会社説明会の予約をするってことですね。で、予約を始めると、実際にね、今年は何人くらい欲しいですって書いてある。何人くらい欲しい、はっきり書いてないけど、今年も新入社員、新しい社員を集めていますよ、話を聞きに来てくださいとか書いてある。でそっかそっかって調べ始めて、で、それがここですね、個別企業の説明会に行く。自分でその会社の説明会に行き始めるのが3年生の3月、だいたいここで春休みですねぐらいからいろんな会社の説明会に行きます。はい。で、もう一つは同時に合同企業説明会というのもあって、これはとても大きいホールでそこにいろんな会社の、説明する人が来てます。でそこに行くと、一つの会社の説明会だけじゃなくていろんな会社の説明を聞けるので、簡単に話が聞けるのですごく便利なんですね。でそれが合同っていうのはみんなで一緒にって意味ですよね。一緒にいろんな会社の説明を聞くっていうのがまたここから始まるんですね。そうね。だから本当にね、学生さんは大変なんですよこれ、大学生。そうで、そうですね、これもちろん説明会、会社の説明会に行きながら、どうしよう、じゃあ例えば分かりやすく言うと、車の会社だとします。車の会社、例えば有名なトヨタの説明会行った。で行って、じゃあトヨタも行ったし、じゃあホンダの説明会も聞いてみたいなと思ったら、また調べて、リクナビとかで調べて、インターネットで調べて申し込みをするんですね。説明会行きたいですって。でいついつ説明会あるから、じゃあよし行こうって言って、じゃああと2週間後の説明会に行きますみたいな申し込みして、で行ってと。で説明会行ったけど、なんか話を聞いたらちょっと自分には合わないかもしれない、例えば思ったらもっと違うとこ行ってとかいっぱいする。はい。でもうこれは3月以降、3月よりあとはもういっぱい会社の説明会があるので、もうね学生はですね、もうたくさん申し込む。行こう行こう行こうって言って。だからスケジュールが、自分の予定がもう今週の何時、今週の午前中、朝の時間は A の会社行って、午後は B の会社行ってとか、3つ行ったりとか1日の中で
結構忙しいです。はい。そして、その時間がある時はアルバイトにも行って、で平日は大学の授業にも行ってレポートも書いてとするので結構忙しいですね。そうで夜は家でどうしよう、どこの会社説明会あるかなとか会社調べようとか言ってまた調べて結構忙しい。でそれもやってるんですが、もう3月になってくると、じゃあもう私の会社に申し込みをしてください、私入りたいですっていう申し込みしてくださいっていうのが始まるんですね。それがエントリーシートって言います。申し込みの紙って思っていいです。はい、紙だけど実際は今はほとんどオンラインで、このエントリーシートを提出するサブミットが多いみたいですね。だから書いてオンラインで送る。はい。で例えば何ですかね、エントリーももちろん一つじゃないです。はい。もう10社20社30社っていうのは会社の数ですね。10個の会社20個の会社30個の会社と、これは人によって違うんですけど、申し込むというかエントリーシートを書くんです。その会社ごとに私はあなたの会社に入りたいと書く。で書いて、それを会社の人が見ます。で、この人いいですね、じゃあ面接に来てください、話をしたいです、会って話したいですとか、ウェブでインターネット Zoom とかで面接したいですと、まず面接になって、はい、面接に進めたら、それはだいたい6月大学4年生の6月ぐらいから面接が始まって、で面接だいたい1回では終わらないですね。何回かあって、で、それが終わって合格です、あなたは合格ですともらえるのもこの6月より後になるというスケジュールです。はい。で、もちろんこのあなた合格です、いいですよっていうのね、これ内内定っていうんですけど、内内定をもらっても、一つの会社から内内定もらってもそこの会社一番行きたいわけじゃないという時は、まだまだ他の会社のテストも受けます。はい。で受けて、例えば内内定、あなた合格です、私の会社来てくださいっていうのを、例えば3つ合格もらった、3つの会社からもらったら、その中から1つを選んで、私はあなたの会社行きたいですと言って、他の2つの会社は断ります。もちろんね、断るのもちゃんと連絡するんですよ。そう丁寧にね、何々の理由でお断りしますっていう連絡するんですが、そういうふうになってます。でそうですね。でここに書いてないけれど、ここの選考って読むんですが、ここ面接もあるし、あとは勉強のテストというのもあります。はい。あなたはどのくらい勉強できますかっていうチェックです。よくあるのが数学、マテマティックスとか、英語とかもあるし、会社によっては本当に国語、日本語のテストとか、あとはですね、歴史社会についてどう考えているかとか、あとは作文を書いてください。はい。作文ですね。皆さん多分あんまり好きじゃないですね。話を書く。何々についてのあなたの意見を書いてくださいっていうのを書くとか、あとはね、外国語のテストがあったりする時もあるし、はい、これはね会社によって違います。はい、あとは勉強じゃないんだけど、こう判断能力、何かをこう決めるのが早いかどうかとか、そういうちょっと性格のテスト、パーソナリティ性格チェックみたいなものをする場合もありますね。
面白いですよね。そう、なのでここのテストの部分は会社によっても違いますね。で面接何回するかというのも会社によって違います。やっぱり大きな会社でとても人気のある会社は面接の数は多いです。もちろん。はい。で、そうですね。面接の何ですかね、聞かれることもやっぱり大きい会社の方が難しいっていうことがやっぱりもちろん多いですね。で、なので、大変です。こう見ただけでも。で、これこうやってテストしてますけど、ここでも学校があります。大学あるし、授業あるし、アルバイトもしてるし、レポートも書かなければいけないし、はい、結構忙しいですね。はい。そうまずこういう、スケジュールです。で、じゃあ今日は、せっかくですのでもう一歩詳しく、もうちょっと詳しくお話しますと、えっ、とねエントリーシートっていうのありました、さっきね。エントリーシート、さっき言ったこれ、申し込みの紙です。で、これは履歴書っていうレジュメっていうもの。皆さんが例えばじゃあアルバイトをする場合考えてください。自分の国でもそうだと思います。アルバイトしたい、会社員じゃなくてアルバイトしたい時に自分の住所を書いたり、どういう学校を卒業しましたで今何歳ですとか、書きますよね。で、どうしてその会社入りたいとか、なんでここでアルバイトしたいとか、多分ちょっと書きますよね。簡単だけど、たくさんは書かないけど、たくさんの作文じゃないけど。でそれももちろんこのエントリーシート書きますよ。だけどこれはもうアルバイトじゃないから、アルバイトじゃなくてもう社員になりたい、あなたの会社の社員になりたいですというものなので、もっともっと細かく書かなければいけないんですね。でこれみんなの国でもそうだと思うんですけど、じゃあこれ日本は何書くかというと、よく書かなければいけないのはこの3つです。はい、よくあるのが1つ目は自己 PR、自分について、私はこういうことがよくできます、他の人と違いますとか、私はこういういいところがありますよ、だからあなたの会社入ったら私はとてもよく働けると思いますというようなことを書く。でもう一つ、2つ目は学生の時に最も力を入れたことを書く。はい、これを書くというか、これを書いてくださいって言われるんですね、会社に。ちゃんとフォーマットがあって、これ書いてください、これ何文字で書いてくださいとかって書いてあるんですけど、あなたの学生の時に一番頑張ったことは何ですか、説明してくださいっていう質問です。でそれを書いたり、3つ目、これもちろんですね、志望動機。志望動機、これはどうして私の会社に入りたいんですか、教えてください、理由は何ですかというのを書いてくださいというのです。もちろんそうですよね。はい、で、せっかくなので今日はこの1番2番ちょっとどんな風に書くかっていうのをちょっとだけ紹介します。自分の PR、 私はこんないい人間ですっていうのをどうやって書くかっていうと、例えばですよ、これ書き方いっぱいあります。はい、例です。本当ね、自己 PR の例をちょっと見せましょう。これ、まだ大学3年生とか 4年生か、大学4年生の人が例えばこんな風に例で書けますというのをちょっと読んでみますね。私はお客様第一をモットーに目の前の人が求めていることに対しプラスアルファの気配りができる人間です。高校時代から現在までファストフード店のアルバイトを続けてきました。その中でお客様に目を配る意識が芽生えたため、頼まれてですね、頼まれていなくても椅子やテーブルを整理したり、子供におもちゃをプレゼントするサービスをしたり、トイレ清掃に力を入れたり、お客様が快適に過ごせるように工夫を重ねてきました。
もうちょっと読みますね。店長からも信頼してもらうことができ、大学1年生になってからはバイトリーダーとして新人の指導を任されるようになりました。なんとかなんとかと書いてある。はい。で、これね、例えばこういう自己 PR を書くことができます。はい。このようにですね、ちょっと言葉難しいんですけど、書いてることは自分はマクドナルドみたいなところ、ファストフード店と言ってますから、マクドナルドみたいなところでアルバイトをずっと高校生の時からやっていますと。で、自分はサービス、お客様にサービスする、ちゃんとお客様が気持ちがいいようにサービスをしてあげようという気持ちをいつも持って仕事をしていましたっていうことが書いてある。でそれも大学1年生になった時にはずっと同じアルバイト続けてて「あなたはいいね、頑張ってるね」と言ってバイトのリーダーになりましたと言ってる。すごいですね。他のアルバイトの人がいるけど君がリーダーだ、みんなをまとめてねっていうふうに店長からお願いされて頑張ってます頑張ってましたよっていうことを言っている。はい。だから自分が経験したことをこう書いてで、最後にはそうですね、自分は、多くのお客様のためにプラスアルファの提案をしていきたいですと言ってる。だから、たくさんのお客様に対してもっといいサービスができないかなというのをいろいろアイディアを考えていきたい、そしてそれを実際にやってみたいっていうことを考えています私はっていうのが書いてあります。うん、だからこれは多分この申し込んでる仕事、入りたい仕事、今回入りたいエントリーシートで書いてるのもきっとお客様に対して何かをやってあげるっていう仕事のエントリーシートだと思います。これ自己 PR ね。うん。だからそういう時はこう自分の経験をこう書いたりするんですね。これは本当一つの例ですよ。そう。じゃあ、もう一つですね。じゃあ学生の時に最も力を入れたこと、最も頑張ったことを教えてくださいという質問。じゃあどんな風に書くかと。これもいろんな書き方あります。はい。ですが、で嘘を書いてはいけないんですね。もちろんね。やっぱり面接の時に聞かれたりするので、嘘書いちゃうとあんまりこう説明うまくできないからなんか変って思われますので、本当のこと書くんですけど、例えばこういうのがあります。ちょっと例をじゃあまた見せましょう。学生の時に、とても頑張ったことの例ですね。何ですかというと、英語劇のサークルで、これちょっと最初難しい。英語劇って、サークルだからこう大学の部活ですね。大学のチーム、部活の英語でドラマをするという、はい、英語を喋ってドラマをするっていう部活に入ってたんですね、この人。英語劇のサークルで新入生の、勧誘に力を入れました。勧誘、言葉難しい。これは新しい学生どうぞ入ってください、この部活楽しいですよ、来て来てという、それに力を入れた、それを頑張ったって書いてある。当時2年生が数名しかいなかったため、翌年以降の運営を考えて多くの仲間を迎えたかったからです。はい。だからこれ同じグループ、同じ部活、サークルをやっている人が何人もいない。多分もう5人ぐらいしかいないってことです。これだとこの部活はやばい、なくなってしまうかもって言ってね、どうしよう、人をもっと増やそうと思ったってことですね。で、ところが対面での勧誘は他の大規模サークルに埋もれてしまい、あまり効果が出ませんでした。これ勧誘ね、来てください面白いですよって言っても大きい他の部活サークルには負けてしまってダメだと、効果が出ない。そこで SNS での勧誘に切り替えて練習や合宿、
舞台の様子を配信しました。で簡単に言うとこれはSNS でみんなにアピールしたってこと。私たちこういう練習してますよってね。英語のドラマはこうやって練習する、こういうふうに発表をしたりステージを、やったりしてますよって SNS で見せたら、結果、その結果12人もの新入生が入部してくれることになりました。よかったですね。すごいですね。ちゃんと結果を出した。うん。で、この経験から他者に働きかけるときは、まず相手の思いを受け止めることが大切だと学びました。ね。ですので、どんなことを学んだか、どういうことが勉強になったか、この経験で勉強になったかということを言っている。はい。で、こういうふうに、学生の時にね、何頑張ったかってね、これ勉強のことを書かなくてもいいんですね。日本の場合ね、私は何々の研究を大学でしていましたって、それを絶対書かなければいけないわけではなくて、他のね、サークル頑張ったとか、アルバイトでもいいんです。アルバイトを頑張った。で、何頑張ってもいいんですけど、何を頑張ったと書いてもいいんだけど、それよりもそこから何を勉強できたかで、こういう経験をしてこういうことを知ることができた。で、この知ったことを会社に入ってからも同じように使えるかもしれない。なんか大変なことあっても、私は努力をして問題を解決します。問題をなくそうとします。頑張りますよ。私はそういう人間ですよっていうことがアピールできればいいですね。だからこのエピソード、この話がすごくいいか、またはこれ別に普通だよ、みんなやってること、みんな例えばアルバイトの話書いてて、みんなアルバイトしてるよ、普通だよっていうことじゃなくて、それから何を学んで、私はどういう人間ですっていうことがアピールできてれば OK なんですね。ね、そうとはいえ結構書くのはこれは、ね、難しい。はい。私も自分でもちろん書いたことありましたけど、本当に毎回毎回悩みました。どうしよう、どうやって書こうかなってね。で書いたことが面接の時とかに聞かれることもあるし、そうだからどういうふうに書くのがいいかとか、やっぱりテクニックがあるんですけどね。それはちょっと今日はお話ししないで、こんなことを日本人書きますという紹介でした。で、よく書かなければいけないのはこの3つで、あとはよくあるのがもう一つは4番目、自分の長所と短所を書いてくださいというものもよくあります。はい。長所っていうのは自分の、よくできることとか強いこと。はい。性格でもいいです。自分の性格についてでもいいです。とても私はポジティブです。何か嫌なことがあっても、とてもプラスいいことと考えますとか、それでもいいです。長所ね。で、短所は長所の反対ですね。ネガティブなところについて書くっていう。はい。なのでこれについてね、この4つについてよくエントリーシートに書いてくださいってよく書いてあります。はい。で、これだけではないです。まだあります。他にもね。これは会社によって聞かれること、エントリーシートに書かなければいけないことは会社によって本当に違います。会社のどういう会社、例えば車の会社だったらこういうこと聞かれるし、または映画を作ってる会社だと映画についての何々にどういう意見を持ってますかとか、そういうことを書いてくださいっていう場合もあるし、いろいろです。はい。面白いですよね。ねえ、みんなの国だとどうでしょうか。で、なので大きく流れを見るとスケジュールはこういうものでした。でもよく考えるとね、やっぱりこういうものを書かなきゃいけない。エントリーシートを毎回毎回書かなきゃいけない。この
まあ少なくとも10の会社はエントリーシート普通はまあ書くはずなので、何ですかね、やっぱり毎回ねいつもいつもねこれを書いているってねやっぱりね大変でしたね。私も大変だった。何でしょう、どこの会社にも同じことを書けばいい、全部コピーペーストでいい、同じこと書けばいいや大変だからというわけではやっぱりない。はい、自分のアピール、自分のいいところってその入りたい会社によって自分の見せ方を変える必要があるので、やっぱり大変ですね。書き換えます。毎回書くそうなので、それがねやっぱり私は大変だったなっていうふうに今思い出しますね。そうですので、こういうふうに学生たちはですね、やって面接を受けるんですね。そうですので、皆さんがね電車とかでこういうね服を着たスーツを着た人を見たら頑張ってるなと思ってほしいし、はい、大体みんななんか電車で何か勉強してるんじゃないですかね。本を読んでたりスマートフォンで何かこう調べて勉強したりとか、またはこれから面接に行く、会社に面接に行くからとても緊張してる、ドキドキドキってしてるかもしれないですはいですので頑張ってほしいな、頑張れと心の中で思ってほしいですね。はい、と私は思います。はい、ただ正直この写真をね今見ても分かるように女の人だった場合こういうふうにね髪を一つにまとめていくっていうのがほとんどなんですね。多いんですね。こう礼をしたお辞儀、頭を下に下げた時に、面接の時に髪がね長い人だと髪が前にバーって出ちゃいますよね、バサって。この写真の女の子みたいに実際はこれはねあんまり良くないと言われてて、頭をこう下げた時に前に髪がいっちゃうから顔がよく見えなくなってしまうのであまり良くないとか言われたり、今日言わないですけどもいろんなルールが実はあって、本当に日本らしいなと思うんですね。でこの写真見ても分かるようにもうほとんどみんな同じスーツを着ているように見える。で同じようなカバンを持って同じような色のスーツを着て、なんかみんな同じ人に見えません？でこっちのないか写真が面接ですね。なんというか私が実際自分がこれをねやらなければいけなかった時思うと、もうね私この服を着るのがすごく嫌でした。なんでしょう、こう学生によってはこの就職活動が始まった時に髪の毛を黒に染め直す、染めるっていう人がとても多いんですね。あの私は黒い髪が好きだったので黒かったけど、周りの友達とかがこう男の子もそうですが髪をね金髪、黄色にしてたり赤にしてたりとかいろんな好きな色にしてたのに、就職活動始まったらこれになったらね急に黒くなってる、大学であったらもう急に髪が黒くなってるっていう、あれどうしたのって言ったら就活始まったから黒くしたよとかって言うんですね。でもやっぱね私はね本当にそれがすごく気持ち悪いなんでみんな同じように黒いスーツ着て同じ黒い髪してでこの白いシャツを着て、これが好きななんか柄のピンクで綺麗な可愛いものとかは良くないんですね。ダメなんですね。はっきり言うと合格しにくくなります。その人はスーツのせいで、頭ピンクで行くとかもうダメだし、もうこのスタイルになりなさいっていうのが、日本の就職スタイルなんですね。私はすごくそれがもう違和感といって変な感じ、気持ち悪い感じだなっていうのがすごく実は思っていて、今でも思ってます。
今このね就職活動のこの服を着ないですけど、なんかみんな同じようにする、みんなこう自分のオリジナリティをなくしてください、自分の個性をなくしてくださいという感じが私はとっても嫌でした。ね、だからみんなはどう思うかなっていうのが、あとみんなの国ではどうかなっていうのもちょっと聞けたらいいなと思って今日お話ししてます。はい。まあ会社としてはね、もちろんそういう服で自分のオリジナリティを出さなくてもいいでしょというので、まずはスーツで着てくださいっていうイメージだと思うんですけど、とてもね、なんかこの服だって髪型ヘアスタイルだってその人らしさ、オリジナリティっていうのが表現できる一つだと思うので、そのままでもね、相手にとって気持ち悪い汚いっていうものじゃなければ、別にそんなに黒くしなきゃいけない、髪は黒だとかってしなくていいんじゃないっていうふうにやっぱり私今でも思います。特にもうこれ世界中でやっぱり会社に入ってからいろんなアイディアを出して新しいアイディアで会社を変えていこう、世界を変えていこうっていうことが今必要な時代ですよね。だからこう決まったルールだけを守って働けばいい、みんなと同じことすればいいっていう時代じゃないと思うんですね。もう2024年、もう世界がどんどん変わっている、 IT がもうどんどん世界を変えているね、有名な企業がどんどんこう悪くなっているっていう世界中どこでもですよ。そういう時代にみんなが同じ格好同じスーツでっていうのでいいのかなっていうのがちょっと本当にね、なんか変わってもいいんじゃない、もうちょっと考え方変えてもいいんじゃないって思いますね、今でもね。日本は特にそういうのが強い文化だと思います。みんなと同じ、まずは何でしょう、マナーみたいな言葉でこう一つにしてしまってますけど、ちょっと個性を潰す、個性をなくさせるっていうような社会が日本にはちょっと強い気がするので、なんかもったいないなっていう、このままでいいのかなって、まだ変わらない、私が就職活動してたのももうとても昔ですが今も変わっていないようなので、なんか変じゃないって、このままでいいの日本はっていうふうにはちょっとはっきり言って思ってます。はい。なのでそれについてはまたちょっと今度話せたらいいかなと思います。皆さんのね意見があって面白そうだったら私も話そうと、みんなが興味持っているようだったら話そうと思います。はい。ということで実際ね会社入ってからももちろん日本人いろんなことを悩んでます。どうしようってね。でそれをつい最近YouTube でお話ししました。日本人の仕事の悩み、どういうこと悩んでるんですかっていうの、はい、よかったら見てみてください。一番は給料が低いっていうことが今の日本人多いです。はい、でも20歳30歳40歳50歳だとそれぞれちょっと悩んでることがそれぞれ違うのでよかったら見てみてくださいね。で、他にも私の YouTube でいろいろなことが勉強できます。はい、例えばニュースを読みながら、日本のことを知ることもできますし、ビジネス日本語を勉強したいという人も、はい、できますよ。ビジネス電話のかけ方とかも私の YouTube にビデオがあります。はい。聞くと多分本当にこうやって電話するんだっていうの分かるようになると思うので、少し長いビデオなんですが見てみてください。はい。あとは、JLPT の勉強してる人もいると思います。読解の勉強ね、やっぱり一番難しいですね。読解 JLPT。N1 レベル、N2 レベルの、読む練習も私の YouTube でできます。はい。あとは、読解やっぱりもっともっとちゃんとやりたい、もっとやりたいという人いると思います。ありますよビデオ。
特に合格するための方法っていうのがやっぱりあります。 JLPT 合格する方法、はい、これN1 と N2 の、ビデオで私合格の方法お話ししてますので、よかったら見てみてください。はい、でこれは私のオンラインレッスンの中で見られます。はい、であとはビジネス日本語、こちらも私 Zoom で授業をしてます。はい、学生さんと話しながら顔を見ながら勉強していてとても楽しいです。よかったら来てください。はい、日曜日にやってますよ。で、これについては全部オンラインレッスンのリンクから詳しく見られます。はい、リンクは今日のビデオのディスクリプションの中とコメントのところに書いてありますので見てみてください。はいね、皆さんの国での働き方とか、就職活動についてどうか私知らないのでぜひぜひ教えてほしいですね。はい、日本のこと日本の働く就職活動についてもですね、実はまだまだ私は話したいことがあるので皆さん興味あったらまずコメントで聞きたいですもっと聞きたいですとかコメントしてください。そしたらまた YouTube ビデオを作ろうと思いますので、はい、皆さんのコメントとても大事ですので、はい、お待ちしてます。